何をしてもなかなか痩せないっていうあなた、気持ちよく眠れてますか？気持ちよく眠れたら、それだけで実はダイエットにつながります。ちょっとね、一度ぐーっと伸びてみましょう。伸びた時になんか腰とか肩とか辛くないですか？左右に寝返りを打とうとしても体が重くて動くのが大変。そんな風に感じてると、寝てるだけで疲れちゃって朝起きてもどっかイタタタってなっちゃいますよね。でも大丈夫。寝る前に簡単なマッサージとストレッチをするだけですごく気持ちよく眠れて、翌朝お腹が昨日より痩せてるかもってなりますから、騙されたと思って今日は一緒にやっていきましょう。はい、ではまず万歳がねきつかったあなたは、この辺胸とか脇の下がすごく硬くなってるので、まずはねこの胸の筋肉をちょっともみもみってこうつまんでみましょう。もうねつまむだけで意外と柔らかくなります。全体に大きくつままなくても、この皮だけをねこういう風につまんでも OK です。このつまんでね少しプルプルっと動かすだけで、このね筋膜が緩んで柔らかくなります。この辺を少しつまんでいくと、鎖骨が行方不明なんですけどっていう方も、この鎖骨の周りをねこの皮だけで大丈夫。つまんでプルプルするとだんだん鎖骨が生まれてきます。はい、そしてこの前側をやったら、今度はこっちの脇の下、この辺もねちょっとこうやってつまんでいきたいんですけど、手を上げちゃうとつまみづらいので、少し下げてる状態でこの辺のお肉も軽くつまんでプルプル動かしていきます。こういう感じね。つまめたら、つまんだら少しこうやって手を上げていくと、つまんでるお肉がなくなっちゃうんですけど、つまんで手を上げて、つまんで手を上げてをちょっと何回か繰り返していくと、手がね上げやすくなってきます。この辺の皮だけで大丈夫。つまむ、上げる、つまむ、上げる、つまむ、上げる、つまむ、上げる。 OK です。はい、次は表側。この辺のね肩の周り、この辺も全然つまめない人が多いんですけど、軽くつまんで、もしつまめなかったら最初に手をこうやって置いて、こういう風にね皮をずらすだけでも OK です。楽にしてこう手を当てる。手を当てて少し皮をずらすだけで、実は筋膜リリースになるんですよ。頑張ってね強く筋肉をもみもみするより、表面のね皮がこうやって浮かんで持ちやすくなる。それだけで手が動きやすくなるので、騙されたと思って軽くつまむ、つまんで動かす。つまめない人はちょっとこうやって皮を動かす。これだけでも大丈夫です。はい、だんだんね下の方に下がってって、この二の腕のあたりとか表側のこの力こぶのところもこうやってつまんでいきます。で二の腕はねこうはつまみやすいんだけど、こっちの方向にはなかなかつまめない人がいるんですね。できるだけねこの横の方向でもこうやってつまんでいきます。ここもつまんだら少し万歳していくと、手からお肉が外れちゃうんだけど、外れちゃっていいので、つまんでから万歳、つまんでから万歳、つまんでから万歳をして、何回か動かしていきます。はい、 OK。 そしたらこの肘から下も少しこうやって掴んで雑巾を絞るようにくる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 って動かします。この辺もねこうやってつまんでもいいんですけど、この薄いところはちょっとねつまむのが大変なので、こういう風に掴んじゃって皮をねこうやってずらす。もしくは中身をこうやって手をひらひらひらって回しても同じことですね。こっちでも掴んどいて手をくる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 って回すと皮がずれますよね。こう皮をずらすことがすごく大事。これが筋膜リリースになるんですよ。こうですね。で親指のあたりもちょっとこうやって皮をね動かしていきます。こういう感じ。このどうしてもね手がこういう風に巻いてっちゃうと、肩がギューって前に出てきて、だんだんね猫背になっちゃいます。この親指の付け根ってすごく大事なので、少しこうやってつまんで動かしてあげて、でだんだん少し手をこっちに開いていって、ここから外側に外側に外
外側に全体に外側にこう手を開くようにしていくと猫背が治ります。はい、 OK。 これでちょっと手ブラブラしてブラブラしただけでももうやった方が軽いでしょ。そしてちょっと万歳してみてください。おー、どうですか？もうね、こっちのやってない方の肘はちょっと浮いてるけど、こっちペタってつくようになります。こういう風にやるとね、柔らかくこれだけでなっていくので、ぐいぐいストレッチやるよりも少しね、このスマプルでリリースする方が断然効果があります。万歳した時にまだなんかこの辺が硬いなって思うところがあったら、少しこうやってつまんで動かしてあげるとどんどんね、柔らかくなっていきます。おー、気持ちいい。そうするとこっちがなんかすごく硬い感じがするじゃないですか。そしたらね、こっち側も今度やっていきます。まずは胸のつまプル、皮だけで大丈夫です。筋肉しっかり持たなくていいので、軽くつまんでプルプル動かしていきます。で、なかなかつまめない時に無理やりつまんじゃうとね、つねっちゃうと痛くなっちゃうので、つまめなかったら皮を動かすだけで OK です。これよく覚えておいてくださいね。無理やりつねらないで、つまめなかったらまずは皮を動かす。皮を動かすとこう浮かんできてつまめるようになるので、つまめたらつまんでプルプル動かしていきます。鎖骨が見当たらないわ最近っていう人は、鎖骨の上も少しこうやってちょっとねスマップルするだけでもだんだん鎖骨がこう出てきます。はい、で今度脇の下の方のこっちも手を上げすぎるとつまめなかったら、少し手を下げてる状態でこうですね、ちょっと見えづらい、こう、はい、この脇の部分をこうつまんで持ってでぐーっと上げていきます。横向きの方がやりやすかったらこういう向きでもいいですよ。上向きのままでも大丈夫。ここの辺のお肉をつまんでスーッと上げていくとお肉がなくなりますが、無理やりつねったままじゃなくていいので、つまんどいてあげる、つまんどいてあげる、つまんであげる。でついでにこっちの二の腕のねプルプルが気になる人はこっちもつまんであげる、つまんで、痛いんですよここくっついてると。だから無理やり掴んだままにしなくて OK。 つまんだらスッと離れちゃっていいので、こういう感じでだんだんここがピターってくっついちゃってるのが剥がれてくると、どんどん手が上げやすくなって、ここもね実はね水分が溜まってプルプルしちゃってるんですね。なんでこのつまプルをやるだけでも実はねむくみが取れて、すごくこっちのポニョとこっちのポニョがぶつかり合ってるなっていう方、すっきりしてきます。はーい、だいぶねこの辺が取れたら今度上の方ですね、さっきと同じようにこっちも掴んでこうやって雑巾を絞るように皮をずらして動かしていきます。手首をこう回してあげても OK、 こっちを回しても、どっちもやりやすい方でいいですね。なかなかねこの辺ってマッサージしないとこだと思うんですが、毎日ねパソコンやってる人とかかなりひっついてます。この親指の付け根とかもちょっとこうやってつまんであげるだけで、これだけですごく動きやすくなるので、ちょっとこういう風につまんで、ここもこうやって皮を動かしていきます。特にね手首が硬い人は手首の辺もこうやって皮をつまんでも OK です。つまんでこうやって動かしていくと動きやすくなります。こんな感じで、手首まで来たら手が内側に巻いちゃうと肩が前に出てきちゃうので、できるだけ外側に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 、こっちじゃなくて親指を外に、手のひらを上に回していきます。はい、 OK で手をブラブラして両方とも軽くなりましたね。はい、万歳してみましょう。お、すごいやりやすい。でまだこの辺硬いなと思ったら、そこをちょっとこのちょうど脇の下のね境目が一番硬くなるので、この辺もちょっともうちょっとつまんで、こう万歳した時にこっちの方が硬いなっていう人もいるので、その辺今からね下がっていきます。
でだいぶやりやすくなったら、今度脇の下、この肋骨を緩めます。ここね、前鋸筋っていう筋肉あるんですけど、ここべったり張り付いてる人がすごく多いです。痛くないですか？このね、グーでちょっとキュッと押さえて、皮をね、またここもずらしていきます。痛い。私も今日ちょっと固まってますね。こう縦に動かしていきます。肋骨がね、ゴリゴリ中に当たってると思うんですけど、肋骨の間もね、肋間筋っていう筋肉があって、実はその肋間筋が動いて、肋骨が動いて私たちって呼吸してるんですよ。けど普段ね、浅い呼吸しかしないと肋骨って全然動かしてなくなっちゃうので、ガチガチになって猫背のままとか反り腰のままとか固まっちゃいます。呼吸がね、浅いとやっぱりね、痩せづらくなるので、しっかり息ができるように肋骨を緩めていきます。はい、もう一度万歳してください。おー、すごいやりやすくなったでしょ？ OKOK、気持ちいいですね。そしたらお腹に移っていきます。お腹もつまぷるしたいんですが、ちょっとつまみづらい人は膝を曲げて、でこうやってお腹のお肉をつまんで動かしていきます。でもういろんなとこつまめるよっていう人はいろんなところをこうやってつまんでいけば OK なんですが、この辺結構つまみづらい人が多いんですね。全然つまめないんですけどってこの間もねコメント来てたんですけど、この場合はね、まず肋骨を探して、肋骨の際こうやって指で中の方にね押してみてください。そうすると外側は結構中までねグーってこう入るんだけど、この辺からだんだんちょっとなんか中に硬いのがあって押せなくなります。この辺が硬かったら少しそこもこうやってね皮をずらしてあげます。指が疲れたらこういう風にねグーでこうでもいいです。この真ん中に腹直筋って硬いね筋肉があるんですけど、それが意外と脂肪の下でね固まっちゃってるんですね。なんでこう少しグーでここも押しながら縦に動かしてあげると、この腹直筋のね筋膜リリースになって、実は固まっちゃっててお腹がボコって出っ張ってる人っているんですよ。筋膜リリースするだけでねお腹がへこんじゃう人がたくさんいるので、こういう風にねちょっと緩めていきます。はい。でだんだんこうやって動かしてると皮が緩んで筋膜も緩むとこういう風に掴みやすくなるので、もう一度つまんでプルプル。だいぶさっきより私もつまみやすくなりました。だいぶ固まってましたね。つまみやすくなったらどんどんつまんで上下に動かしていきます。もう猫背の原因はね、このみぞおちからおへそまでの間がこうやって縮まっちゃってることなんですよ。ここをつまむだけですごく姿勢も良くなって呼吸もしやすくなって、そうするとそれだけでね痩せて見えるので、ここよーく緩めてください。さあもう一度万歳。もうすごいやりやすい。万歳した時にさっきなんか反っちゃってた人もだんだんなんか反らないで万歳できるようになっていきますね。こうなってくるともう気持ちよく眠れます。そろそろ眠くなってきた方もいると思いますが、ここから下に移っていきますよ。はい。そしたらちょっと脇腹もね動かしていきます。左右に体をひねる時のこの辺が硬いと寝返りが打ちづらくなります。そうするとね体が固まっちゃって朝起きた時にあたたたたってなっちゃうので、こう掴めるところ全部この脇の部分もこういう風にねつまんで軽く動かしていきます。つまみづらかったらちょっと戻してこういう感じでも OK で、片側こうやってつまむとこっち倒すのはすごいやりやすくなるけど、反対こっちやるとこっち硬いなーってなります。そしたらこっち側もまたちょっとつまんでいきます。腰肉がね気になっている方も、実は柔らかいお肉の下で筋膜がめちゃくちゃ固まってるんですよ。だからそこの部分が動かなくて痩せづらくて腰肉が溜まっちゃうので、まずは動くようにこういう風にねつまぷるすることが大事です。はい、後ろの方とか前の方とかこの辺全部つまんであげると左右に動きやすくなります。気持ちいい。もしまだね動かして
やりづらいところがあれば、なんかこの後ろの方とかもね、腰が痛くなりやすい人はやっぱりこの辺固まってるので、この辺もちょっとこうつまんで、でもう一度動かしてってやっていくとどんどんやりやすくなります。気持ちいいでしょ？こうなるとくびれが復活してきますから、気になる部分は多めにやってください。はい、ここでもう一度伸びますよ。気持ちいい。もうだいぶ気持ちいいですね。伸びながら右側左側ちょっと交互に動かしていきます。お腹が伸びますね。伸びながらちょっとお腹触ってみて。すごいぺっちゃんこになってきましたね。これです。こうやって体をね伸ばしやすくするだけでどんどんお腹がへこんでいきます。気持ちいい。はい、あとは最後ね、下半身をもうちょっとだけやっていきましょう。足をねこうやって上げた時に多分ねこの辺硬いなーって今感じてると思います。それを柔らかくしていきます。足を軽く持ち上げて、ちょっとここに置いといてもいいし、大丈夫な人はこう持ち上げといて、両側からこういう風にね、これもお肉を軽くつまんでいきます。つまんでつまんで、中にねこうゴリゴリって硬い筋みたいなのがあると思うんですけど、そこからね脂肪を剥がし取るようにキュッ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 とちょっとつまんでいきます。で下の方もこういう風にね両サイドから軽くつまんでいきます。で膝の裏側ね、ちょうどここにねすごくリンパが溜まりやすいので、この辺もこう軽くつまんでちょっと押さえながら膝を曲げ伸ばしして水分をねどんどん流していきましょう。はい、 OK。 これだけでちょっと両方上げ比べてみて、ほらこっち硬いでしょ、こっちすごくやりやすいですよね。やりやすくなったらちょっとぐーっと自分の方に引きつけたり、今度ねこう足を外側に開いて親指を自分の顔の方にぐーっと近づけます。そうすると今度外側がこの辺が痛いですよね。この辺も少し軽くちょっとつまんで、はい、ちっちゃくじゃなくてね、外側の筋肉はすごく固まっているので、大きくこうやってガシって持っちゃっていいです。でこう掴んで掴んで、ここはつまむというよりは掴むですね。掴んでこの辺の硬いところもちょっと掴んであげて、でもう一回、はい、顔の方にだんだん近づいてくるように。硬い。でまだこの辺硬いと思ったら、この辺もちょっとこうつまんでつまんで少しこう動かして、とにかくねもう40代以上はみんなねくっついて固まっちゃってるんですよ。このくっついてるのを剥がさないとストレッチしても伸びないので、気持ちいい。伸びるようになれば OK。 はい。でもう一回足上げてみると、こっち上げやすいけどこっち上げづらいなので、またこっちからねちょっとつまんで動かしていきます。こういう感じでキュッ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 、お肉をつまんで動かしてって、でふくらはぎも両側ともこう、もう疲れちゃって無理つかめないって人は手の時と同じように少しこうやって皮を動かすだけでも OK です。つまんでつまんで、で膝の後ろ手を置いて少し軽く曲げ伸ばし、はい。でこっち上げやすくなったらぐーっと近づけて裏側を伸ばす。で顔の方に親指を近づける。これ顔につきますか皆さん。このぐらいねだんだん柔らかくなってくるといいですね。で外側が硬いなと思ったら、外側もこうつまんで動かしていきます。ガシッと。はい、こういう感じ。とにかくくっついてるところを剥がしたら伸ばすとやりやすくなって、どんどんねストレッチの効果が出てきます。 OK。 はい、両方上げてみて。上げやすいでしょ。こういうね上げやすくなったらもうちょっと動かしてあげる。これで終わりじゃなくて、少しこうやって動きやすくなったところはどんどん動かしてあげると戻りづらくなります。せっかく動いたのにカチカチにねそのまままた固めちゃうと元に戻っちゃうので、1、2って気持ちよく動いたらちょっと動かしてあげましょう。
はい、最後はちょっと楽してふくらはぎは膝の上に乗せてゴシゴシってね動かすだけで、これだけでねすごくふくらはぎのむくみ取れやすくなります。気持ちいい。外側とか内側とかねこうやってみると、内側の方が痛いな、外側の方が痛いなっていろんな人がいるので、ちょっと自分が一番ね痛気持ちいいところ多めにやります。はい、反対の足です。このちょうど一番ど真ん中にこうツボがあるんですけど、ここに当ててねこう足首動かすとすごく効きます。はい、で外側もこういう風にやってみて、内側のこのねここに骨があって、骨の付け根あたり、骨と筋肉の境目、私ここがいつも痛くなるんですけど、この辺もね結構固まりやすいポイントなので、いろいろね探ってみて、いつも痛くなるとこどこかなーって、そこをね探してみてください。はい、 OK。 気持ちいい。では最後ちょっと足首を大きく回します。はい、反対。はい、これ足首回すとねどんどんね下に溜まった血液が上の方に戻ってきますから、むくみ気になる方はね足首しっかり動かしましょう。では万歳してもう一度伸びます。ほら肩も腰もめっちゃ楽でしょ。今すごい伸びやすい。伸びながらお腹触ってぺっちゃんこになりました。 OK ね。左右にゴローンも気持ちよく回れるようになってると思います。はい、このまま寝たらもう明日の朝はすっきりですから、最後ゆっくり呼吸をします。お腹に手を置いて鼻から大きく息を吸って、口から吐きます。はい、もう一度鼻から吸って、はい、吐きます。はい、全身の力を抜いて息を吸って、はい、吐きます。はい、吸って、はい、吐きます。最後もう一度吸って、はい、吐きます。はい、全身リラックスできましたね。このままゆっくり寝てください。明日もいい一日になりますように。ぐんぐん。おやすみなさーい。みっこ LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という限定動画をプレゼントしています。説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録をお待ちしております。はい、立ってはい、メッセージ待ってます。バイバイ、ゆなぞんバイバイ。40代から